どうも、モブです。今回はクリストファーについての動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、特性についてだよ。新キャラのクリストファーは、非属性のキャラであるだけに、QTE や必殺技、サポータースキルなどで、火傷効果を付与することができるよ。また、火傷効果の倍率や、効果時間も長く、目立たない部分で、かなりの継続ダメージを与えることができるね。さらに特定の突段階では火傷による追加効果も獲得できるため QTE 攻撃からスタートする必要があるよ。次に霊体化状態になるために通常攻撃やコア攻撃、通常スキルを使って霊体化ゲージを貯める必要があるよ。基本的にハンターモードでは通常攻撃やコア攻撃を使用せずに通常スキルのみで貯める感じになるかな。また霊体化ゲージが 100% になるとコア攻撃が特殊コア攻撃に変化しトーマス・アンドレのように変身することができるよ。さらに霊体化に成功すると通常攻撃やコア攻撃、通常スキルが強化スキルに変化しより大きいダメージを与えることができるよ。また属性注入効果も 25% 増加しオーバーロード状態を発動しやすくもなるね。そしてクリストファーは極限回避に成功することで特殊スキルを使用することもできるね。このファイナルクラッチは防御力の 1500% の元素ダメージを与えタッチダウン効果を発動するよ。またタッチダウン効果が発動した場合オーバーロードダメージや属性注入効果が増加するためスキル回しの途中にうまく極限回避を挟みファイナルクラッチを使用する必要があるね。次は突進化についてだよ。まずは1突にすることで霊体化ゲージのチャージ条件が追加されるよ。これにより霊体化の変身速度が増加するため1突が基本となるね。また火傷状態の敵に対してファイナルクラッチのダメージが増加するようになるため QTE 攻撃からスタートしよう。次は3突にすることで霊体化発動時に HP の回復とシールド効果が付与されるよ。ちなみにクリストファーは防御力3小のハンターであるためいらなそうな能力に見えるけどスーパーアーマー効果が多くのスキルに存在するのでとても相性の良い効果になるよ。また火傷状態の敵に攻撃が命中すると自身に特定の効果が発動するよ。この勝負欲という効果はファイナルクラッチのダメージと非属性ダメージを大きく増加させるよ。基本的に属性ダメージはすでに大きなボーナスがあるため見た目以上の増加率ではなくなるけどそれでも数値が大きいためある程度のダメージも出せるようになるね。次に5突にすることでオーバーロード成功時にパワーゲージのチャージと必殺技のクールタイムリセット効果が発動するよ。基本的にハンターモードでは必殺技のクールタイムリセットがないとうまく回らない場合があるため5突効果は大きな意味を持つよ。またチームファイトモードではこのリセット効果があるにしても再発動時間があまりにも長すぎるため大呪術師セットを使用する場合もあるね。そして他の効果としてオーバーロード状態の敵に攻撃が命中するとオーバーロードダメージが 20% 増加しさらに大きなダメージを与えることができるようになるね。また霊体化発動時には必殺技のダメージが大きく増加する勝者の精神効果が適用されるようになりダメージディーラーとしても機能するようになるよ。次は専用武器についてだよ。クリストファーの専用武器は防御力を大きく増加させダッシュのクールタイム短縮と必殺技時の防御力貫通増加の効果があるようだね。特に防御力貫通が有効なギルドボスの場合には大呪術師セットの効果によりダメージロスの時間を減らすことができるためある程度の適性もあるようだね。次はスキル使用順についてだよ。基本的にはゲーム内の記載で間違いはないけどスキル回しの途中で極限回避を挟みファイナルクラッチを使用する必要があるよ。正直
プレイが苦手な人にとっては少し使いづらいキャラクターになるかな。次はアーティファクトテストの結果についてだよ。今回の検証ではほとんどのセットでほぼ差がない状態になったよ。そのためパーティー編成やコンテンツ、厳選具合、突状況などで最適のアーティファクトが異なるかな。基本的には5凸未満の人は大呪術師でサポートに回り、5凸の人は豪鉄の意志を使おう。また貫突に近くなるほど防御力増加の恩恵が少なくなるため演呪セットが良くなる傾向にあるよ。次は育成シートについてだよ。まずクリストファーは防御力3勝のハンターであるため、防御力パーセントと追加防御力ステータス中心で構築しよう。またクリティカル確率のサポートが一切ないため、コアやパーティーメンバーの特性を利用しクリティカル確率を補ってあげよう。最後に封鎖任務のフォレス、強者の証明20でクリストファーを使っていくよ。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。